インターネットとかこういう SNS の知識っていうのは、上げる人の内容にもよりますけど、アップデートされていきますよね。前はこういう考えだったのが今はこうだなみたいな変わってきたりもしているんで、夏の暑さを基準にした管理っていうのは僕ちょっと必要になってくるんじゃないかなと思いますね。盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷4世4代目北谷隆一です。今回のテーマはですね、盆栽からしてしまう人の特徴、3選、考えてみたんですけど、ちょっと普通じゃなくてちょっと意外な3選というんでやってみました。はい。で本題に入る前に少しだけお時間ください。今のずっとやってますけど無料のメールマガジン、はい、まだまだ作り続けております。もう70通以上になってるかな。で定期的にこう YouTube でやったような内容が、詳しくね文字になって、届きますんで、ぜひそちらでもね説明欄概要欄かなに、探していただいて、そこでメールアドレスを登録してもらうだけでタダで定期的に届くんで、よかったらそっちでも勉強してみてください。では本題に戻ります。はい、ちょっと出しましょうかね。よいしょ。盆栽を枯らしてしまう人の、意外な特徴3選ということで、まずちょっと最初にダダダッといきますね。暖かい時期に出張や旅行があると、旅行すると。はい。2番目、一人暮らしな方。はい。で3番目、 SNS が苦手と、古い参考書を参考にしているみたいな、はい、そんな感じのところを1個ずつご説明していこうかなと思います。まず暖かい時期に出張や旅行をするというのを一つ入れたんですけども、逆を返せばね、寒い時期だと意外と安全なんですね。盆栽長期間でも水はやっぱりいるんですけど、ちょっと水ためるだけでいいとか、1回かけて2、3日だったらもうそのままほったらかしでも外でね行ける可能性は結構あります。はい、冬の間は。だから冬ちょっと水やり損ねた、もう出てきてしまったから4泊5日も出とんのにみたいなね、そうなったとしてもね、冬だったらねどうにかなるかもしれないです。はい、そうですね、遊びの範囲が広いというかね。ただあったかい時期、成長期とも呼ばれるんですけど、その時はやっぱり日光も水もしっかりいるので、その時に水が不足するっていうのはかなり危ないかなと思いますね。せいぜい、水やり忘れたって、春とか秋だって1泊2日ぐらいだったらギリいけるかもしれないですけど、夏の1泊2日水やり忘れはもうその時点でちょっと危ないですね。だから2泊3日なんかだったら本当にちゃんと対策しないと、もう、特にあったかいを超えて暑い時期だとちょっと枯れちゃうかなというところがあります。はい、少しお時間ください。YouTube やねメルマガでたくさんお話ししてきたんですけども、やっぱ初心者の方から最初ねどこから学べばいいかわからないというお声をたくさんお聞きします。まずやっぱ盆栽で一番大事なことっていうのはやっぱ最初の1年枯らさないことだと思うんですよね。でまずはもう水やり置き場からで、それをねしっかりとね管理を体系的に学べるウェブ講座を作りました。盆栽枯らさない講座北谷隆一ウェブ版ということでね、3980円で販売中でございます。詳しくは概要欄の方を見ていただいたらありますんで、そちらからご購入いただいて、お勉強していただけたらなと思います。よろしくお願いします。次はね一人暮らし、似たようなとこではあるんですけどね、旅行とか出張の方とやっぱり一人暮らしされてたら、どうしても一日ずっと長いことね水やれないとかいう、たまたまその日ねすごい忙しくてとかあったりする時にもう出てしまったらやれないですよね。はい、そこにお家の方誰かおられましたら、ちょっとごめん水やりしといてみたいなね、そういうことができると思います。で一人暮らしだとしたら、その一人のその方が水やりとか何か大事な管理忘れちゃうと、もう誰も何もしようがない。でも2人以上おられたら、あれちょっと忘れてるんじゃないみたいに言ってくれる可能性がねちょっとでもありますよね。だから一人暮らしの方結構盆栽
枯らしやすいとこあるかなというところで、はい、それも項目に入れてみました。はい、次はですね、SNS が苦手と、はい、SNS が苦手、僕が今喋ってるのも言ってみたら SNS になるんですけども、やっぱりその本とかってね、1回買ったらもうその買った状態のままですけど、インターネットとかこういう SNS の知識っていうのは、上げる人の内容にもよりますけど、アップデートされていきますよね。新しい、知識が入ったらそこでまたそのまますぐ出してくれたりとか、僕も自分の中でもYouTube ね、もう8年9年ぐらいやってますけど、前はこういう考えだったのが今はこうだなみたいな変わってきたりもしているんで、あとそうです、気象条件がねすごい最近変わってるなと思うんですよね。真夏の暑さがもう十何年前と今と全然違いますよね。で、参考書のこと、あんま悪くは言わないんですけど、やっぱりその十何年前、もっと前だと思うんです。参考書の元になってる情報っていうのは今ほど暑くない時期の、内容っていうのがほとんどだと思うんで、そのままアップデートされてないケースが多いと。なのでそれを考慮した内容っていうのがね、なかなかやっぱり、SNS でないと捉えきれないかなと、はい、特に今本当ね、夏がもうめちゃくちゃ暑いので、その夏の暑さを基準にした管理っていうのは僕ちょっと必要になってくるんじゃないかなと思いますね。夏の前に植え替え直前にしたら厳しい夏に対して耐えられないんじゃないかねとか、枝がとかそういう考えも今ちょっと持ち出してるんで、だからやっぱりねSNS、僕のチャンネル大事にしていただけたらありがたいんですけども、随時チェックしていろんな方の意見聞いて、全部鵜呑みにしなくてもいいと思うんで、自分ご自身の、お住まいとかそういうところを、照らし合わせてね、はい、いいように取り入れていただけたらなと思います。はい、今回ですね、盆栽を枯らしてしまう人の特徴、意外なところの3選ということをやってきましたけども、もっと単純にね、本当に置き場が悪いとか水やりがもう全然ダメとか、そういうのはちょっと置いといて、ちょっと今日は意外なところでというんで、はい、説明させていただきました。盆栽枯らしたらもったいない北谷4世4代目北谷隆一でした。チャンネル登録、高評価、メールマガジンもよろしくお願いします。